ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。早速ですが皆様、出張や旅行の日に新幹線が止まったらどのような対応をとりますか？その日の移動を諦めて他の日に移動しますか？それとも何としてでも当日中に目的地まで行きますか？その日の移動を諦めて別日に移動できればベストですが、中には別の日に移動するのなんて無理だよということで、その日のうちに移動することを模索する場合も多いでしょう。特に東京、名古屋、大阪の三大都市圏を高速で結ぶ東海道新幹線がストップした場合は大騒ぎです。しかもこの間の移動は多くが東海道新幹線である一方、東海道新幹線の迂回ルートは脆弱と言える状態であり、他のルートでの移動は考えにくいというのが現状。では東海道新幹線が止まった場合、どのように迂回すればよいのでしょうか？今回は東海道新幹線が万が一運転見合わせとなり、その運転見合わせが長時間続くこととなってしまった場合に、どのように迂回すればよいかを見ていきましょう。それでは本編へどうぞ。東海道新幹線の概要。東海道新幹線は東京、新大阪間を結ぶ新幹線で、途中新横浜、三島、静岡、浜松、名古屋、京都などを経由します。一部は新大阪、博多間を結ぶ山陽新幹線と直通運転をし、また山陽新幹線が東海道新幹線を延長する形で建設されたことから、東海道、山陽新幹線と総称されることも多いです。開業以前に日本の東西の大動脈だった東海道本線が高度経済成長期において輸送力が不足していたことを背景に、東海道本線の専造路線として1964年10月1日に開業しました。その開業日については同年10月10日から開催された1964年の東京オリンピック開催直前の出来事であり、また東海道新幹線は日本最古の新幹線であると同時に世界で初めての高速鉄道ともなっています。東海道新幹線の成功についてはその後山陽新幹線や東北新幹線など全国各地で新幹線が建設されるだけでなく、フランス、ドイツなど各国で高速鉄道が発展する契機にもなりました。東海道新幹線は開業以降日本の経済を支える路線として、また1987年に国鉄の爆発によって設立された JR 東海にとって多方面からとても重要な路線の一つとなっています。現在では16両編成の電車が最高速度に185キロという速さで東京、新大阪間を最速2時間21分という速さで結んでおり、これを最短3分間隔で運転する変態ダイヤが組まれています。列車は各駅停車タイプのこだま号、一部通過運転タイプの光号、最速達タイプで主要駅だけに停車するのぞみ号の3つがあり、一番多い時でのぞみ号が毎時12本、光号が毎時2本、こだま号が毎時3本の合計17本の新幹線が走り、文字通り日本の中枢を担う路線となっています。ただそれがゆえに一度でもストップするとダメージが大きく、また現在は効果的な迂回ルートにも乏しいのが現実で、呆然と立ち尽くすしかないという状況に陥ることも多いです。そこで今回はもし東海道新幹線がストップした際、特に需要の大きな東京から大阪へ向かうという観点に絞って、東海道新幹線の迂回ルートを模索していきましょう。東海道新幹線の迂回ルートを大別。ここからは実際に東海道新幹線の迂回ルートを見ていくのですが、一口に迂回ルートといってもいくつもの選択肢があります。大きく分けて他の新幹線を使うルート、在来線経由で迂回するルート、他の新幹線と飛行機を乗り継いで迂回するルート、飛行機のみを使って迂回するルートです。さらに飛行機のみを使って迂回するルートには、東京と大阪の間を飛行機で直接行くルートの他にも、この間にどこかの経由地で飛行機を乗り継ぐルートもあります。ここからはそれぞれの迂回ルートについて見てみましょう。他の新幹線に迂回するルート。
まずは他の新幹線へ迂回するルートで、この場合の迂回ルートは北陸新幹線を使うルートとなります。北陸新幹線は正式には高崎、敦賀間の路線ですが、高崎まで来るほとんどの新幹線は上越新幹線、東北新幹線を伝って大宮、上野、東京と来るようになっております。北陸地域と東京、大阪の両方を結ぶ新幹線として計画され、2024年3月に敦賀まで延伸開業を果たした現在は、実質的に東京、敦賀間を結ぶ新幹線となっております。さらに敦賀から10分程度の乗り継ぎ時間にて、31番乗り場から34番乗り場に発着する特急へ容易に乗り継ぎも可能で、サンダーバード号で京都、大阪方面へと向かえるほか、白鷺号を利用して米原、岐阜、名古屋方面へも向かえます。そしてこの北陸新幹線で一旦敦賀まで出た後に、サンダーバード号を利用して大阪に出るというのが第一の迂回ルートということになります。実際にこのルートが迂回ルートの第一選択肢に上がることが多く、何らかの原因で東海道新幹線がストップした際は、その乗客の多くが北陸新幹線へ集中してしまうことになります。ただでさえ北陸新幹線は混雑する傾向にある中で、特にこの場合は東京、敦賀間を直接結ぶ列車について、ぎゅうぎゅう詰めの満員電車状態にもなってしまいます。この場合は富山、金沢、敦賀間を結ぶ剣号と金沢発着の白鷹号や輝号を併用するやり方を使うか、場合によっては他の迂回ルートを使うのが吉と言えるでしょう。在来線経由で迂回するルート。次に在来線経由で迂回するルートです。この場合はかつてと同じように東海道線を使うか、東京、名古屋間で中央線を使うかの2択に分かれることとなります。東海道線経由の場合は熱海、浜松、豊橋などで乗り継いでいき、名古屋、大阪方面へと出るルートとなっています。東海道線経由の方が移動距離が短い反面、普通列車での移動がメインとなってしまうことがデメリットで、18キッパーで慣れっこな猛者を除いて比較的疲れやすいことが大きな欠点となります。反対に中央線経由であれば総移動距離が長い反面、新宿、名古屋間は特急列車を使って移動することができ、特急列車を駆使すれば所要時間も東海道線経由より短くなります。新宿から塩尻まであずさ号を利用した上で、塩尻から名古屋までは信濃号で移動することができます。デメリットは中央線の遅延発生率が東京側、名古屋側ともに高く、また塩尻、中津川間を中心に土砂災害の被害に遭いやすいことでしょうか。運賃については中央線経由の方が少しだけ高額ですが、そこまで大きな差はございませんので誤差範囲と言えます。一方の名古屋からのルートについては東海道線か関西線を進むか、近鉄電車に乗り換えるかの2択となっております。東海道線経由の場合は数こそかなり少ないですが、名古屋から米原までの区間で白鷺号に乗車した上で、米原から新快速で大阪に向かうルートがあります。また近鉄電車の場合は火の鳥やアーバンライナーで大阪の鶴橋や上本町、難波まで直接アクセスすることが可能で、所要時間も2時間程度と新幹線に引けを取りません。関西線については名古屋から亀山まで出た後に亀山で乗り継いで、さらに鴨で大和路線の電車に乗り継ぐというルートとなりますが、それぞれの乗り継ぎ駅である亀山、鴨に来る列車は少なく、所要時間も他の2つのルートと比較するとかかるため、あまりおすすめはできないルートとなってしまいます。ただし所要時間は普通列車のみで4時間半であり、裏を返せば意外とおすすめのルートかもしれません。なお特急列車のみで迂回する場合は紀勢線ルートもあり、こちらは名古屋から特急南紀号で新宮または紀伊勝浦に出た上で、そこから黒潮号に乗り換えるルートとなりますが、紀伊半島をぐるっと回るようなルートで時間がかかり、乗り継ぎ時間を無視しても8時間弱はかかってしまう上、運賃、特急料金合わせて新幹線の倍の料金がかかってしまいます。飛行機を使うルート。そして最後に飛行機を使うルートを見ていきます。
近隣にある羽田空港からは伊丹、関空、神戸の3空港へ向けて直接出る航空便がたくさん出ていることから、迂回路としてはこれが第一の選択肢になります。また成田空港からも主に格安航空会社の手によって関空へ直接出る航空便がたくさん出ているため、こちらも迂回路の一つの選択肢となるでしょう。なお国際線機材の間合いなどで成田と伊丹を結ぶ便もありますが、こちらはかなり少ないのであまり選択肢にならないでしょう。ところで東海道新幹線がストップした際の迂回路としては、真っ先に羽田や成田と伊丹、関空、神戸のどれかを結ぶ航空便が使われます。そのため直行便で迂回するのはかなり競争率が激しく、選択肢として入れるには乏しいと言えるのが現実です。もちろんこの間を結ぶ高速バスも多数あるのですが、もちろん高速バスで迂回するとしても競争率が激しいため、こちらも同様に選択肢として入れるには乏しいです。では飛行機を使って迂回する場合、どのようにすればよいでしょうか。まずはスカイマークの茨城、神戸便を使うやり方。茨城空港と神戸空港を結ぶスカイマーク便が1日3往復あり、東京駅からは特急日立号かときわ号に乗車した上で、水戸駅からバスもしくはタクシーで茨城空港に行けます。なお茨城空港と東京駅を結ぶバスもありましたが、そちらは現在運休となっているようなので注意してください。しかしそれでもダメな場合は他の空港に迂回して、飛行機と飛行機または新幹線などを乗り継ぐということになります。この場合も複数のルートが存在するのですが、今回は先に新幹線を利用してから飛行機を利用するルート、それと羽田や成田から飛行機で別の場所に飛んだ上で、そこからさらに別の飛行機または新幹線などに乗り継ぐ方法を紹介します。一旦新幹線を使って他の場所に出てから飛行機で迂回するルート。それではまず、新幹線で他の都市に出てから、その空港から伊丹、関空、神戸のどれかに出るルートを模索します。この経路で真っ先に候補として挙がる経路は、仙台空港を経由して伊丹か関空に出るルートです。伊丹と仙台を結ぶ便は J エアが運航する JAL 便と ANA、そして IBEX エアラインズの3社によって運航され、3社合わせて1日10往復以上の便が確保されています。このほかスカイマークによって仙台と神戸を結ぶ便、ピーチの手によって仙台と関空を結ぶ便も運航されており、これらを合計すると1日15往復以上の便が確保されています。東京駅から仙台空港へのアクセスは、下手したら先ほどの茨城空港へのアクセスより簡単。東北新幹線を使って一旦仙台駅まで出た後、仙台駅で仙台空港アクセス線に乗り換えて終点の仙台空港駅で下車するだけです。この他に新潟空港を使うルートもあり、こちらからも J エアが運航する JAL 便と ANA、IBEX エアラインズの3社によって伊丹空港の間を結ぶ便が運航されています。便数は1日10往復前後ですが、仙台、伊丹便と比較すると少なめです。このほかピーチの手によって1日1往復だけですが、新潟と関空を結ぶ便も運航されています。東京駅から新潟空港へのアクセスも比較的簡単で、上越新幹線を使って一旦新潟駅まで出た後に、磐梯口の18番バス乗り場からリムジンバスに乗るだけ。こちらも茨城空港へ行くより、アクセスは簡単かもしれません。一旦飛行機を使って他の場所に出てから他の交通機関を使って迂回するルート。続いて、羽田や成田から飛行機で他の都市に移動した後、そこから飛行機または新幹線など他の交通機関に乗り継いで、大阪へ出るルートを模索していきましょう。この場合は主に3つのパターンが考えられますので、その3つそれぞれについてこれから見ていきましょう。まずは福岡を経由するパターンを紹介します。主に JAL、ANA、スカイマーク、スターフライヤーの4社がかなりの高頻度で羽田、福岡便を飛ばしているだけでなく、成田と福岡の間でもピーチやジェットスタージャパンが飛ばしており、特に羽田、福岡便は国内線のフライト数、提供座席数ともに世界トップクラスに君臨する大艦船となっています。
そこで世界トップに君臨するこの航空便を利用し、一回福岡を経由してから大阪に行くという手法です。福岡に出た後は本数こそ限られるもさらに飛行機を乗り継ぎ、伊丹や関空へ出てももちろん OK ですが、ここは福岡空港が都心と近いという特性を生かしましょう。福岡空港から地下鉄空港線に乗車して2駅、博多駅で下車して博多駅から山陽新幹線に乗り継いで大阪に向かえばかなり楽に移動できるのではないでしょうか。なお山陽新幹線に乗り継ぐルートの場合、一点気をつけてほしい点があります。それは新大阪駅で新幹線を降りるのではなく、新神戸駅で新幹線を降りてほしいことです。東海道新幹線がストップしている間の新大阪駅は、新幹線の渋滞などで到着に時間がかかるケースが多々想定され、混乱に巻き込まれると到着が遅れる可能性があるためです。新神戸駅で降りることによってその渋滞を回避しやすくなり、新神戸からは地下鉄で一旦三宮に出た後、三宮から新快速なり阪急電車なりを使って大阪へ行けます。なお山陽新幹線へ迂回するルートについては、この他にも岡山空港と岡山駅、広島空港と広島駅、山口宇部空港と新山口駅、北九州空港と小倉駅を併用するルートなどがあります。しかしどれも空港と新幹線駅とのアクセスについて、福岡空港と博多駅を併用するルートほど良くないことや、福岡に飛ぶのと比較して便数が少ないなどの懸念点があり、今回は代表例として福岡を経由するルートを紹介しました。次に南紀白浜空港を経由するルートを紹介します。近畿地方には伊丹、関空、神戸の3空港のほか、和歌山県の白浜地域に南紀白浜空港という空港がございます。この南紀白浜空港は本州最南端の空港としても知られ、主にパンダで有名なアドベンチャーワールドをはじめ、白浜エリアにある観光地を訪れる際に利用される空港です。しかし大阪の隣にある和歌山県に所在するということは、南紀白浜空港も迂回路の一つとして利用することができるのです。南紀白浜空港については JAL が羽田から航空便を出しており、1日3往復の航空便が羽田と南紀白浜の間を結んでおります。南紀白浜空港に着いた後に大阪へ出る手段は複数あり、一つはタクシーやバスで1回白浜駅に出た後に白浜駅から黒潮号に乗車して向かうルート。もう一つは南紀白浜空港から高速バスに乗車し、直接バスで大阪方面まで向かうというルートです。なお南紀白浜空港から大阪駅までの所要時間についてですが、白浜駅経由で黒潮号を利用するルートが乗り換え時間を含め3時間強、高速バスであれば4時間前後という形になります。また大阪駅については黒潮号の場合は地下24番乗り場、高速バスは大阪駅 JR 高速バスターミナルへの到着となり、黒潮号の場合は地上ホームと離れている点は注意が必要です。そして最後に、インチョンを経由するルートを紹介します。成田とソウルインチョンの間には毎日大量の航空便が出ており、また関空とソウルインチョンの間にも毎日大量の航空便が出ています。主に日韓の格安航空会社からこの2つを結ぶ便が出ており、また韓国の2大フラッグキャリアである大韓航空、アシアナ航空もまた、成田と関空へソウルインチョンから航空便を飛ばしています。なので最終手段的な形にはなるかもしれませんが、このルートを用いることでも迂回が可能ということになるのです。注意点としては迂回するとはいえ国際線に乗るわけですから、このルートを使用する際は有効なパスポートを所持する必要があること、並びに国際線に搭乗するということに関連して、チェックインや入国審査などの手続きに時間を要すること、並びにチェックインは早めに済ませなければいけないことがあります。また国際線を使用するという関係上、費用が高額になりがちな点も要注意です。ちなみにそれぞれ1日1往復だけ大韓航空とアシアナ航空が羽田からもソウルインチョンへフライトを飛ばしているほか、JAL、ANA、大韓航空、アシアナ航空がそれぞれ1日3便ずつ羽田とソウル銀浦を結ぶフライトを飛ばしております。
金浦空港とインチョン国際空港の間は AIREX 一般列車を利用することでおよそ22分の所要時間で移動することが可能ですので、参考にしていただけたら幸いでございます。このほか航空便を乗り継いで迂回する方法としては、新千歳、那覇、台北桃園も迂回途中経路として候補に上がります。しかしどれも移動時間のロスが結構多くなってしまうことや、新千歳や那覇からは意外と関空や伊丹へ行く航空便が多くないことから、今回はこれらについて省略させていただきました。また国際線では他にプサンキメに出るルートもありますが、こちらは地理的に近い反面航空便の本数が多くなく、ソウルインチョンに出た方が基本的には迂回路として使いやすいです。いかがだったでしょうか？今回の動画では東海道新幹線が万が一運転ストップになった場合、どのように迂回すればよいのかをまとめてみました。今回紹介した迂回経路はこれから述べる経路であり、他の新幹線に迂回する経路、北陸新幹線経由、在来線で迂回する経路、東海道線または中央線経由で東京、名古屋間、名古屋、大阪間は東海道線経由、近鉄電車など、飛行機で迂回する経路、羽田や成田から伊丹、関空、神戸のどれかに出る以外にも、スカイマークの茨城、神戸便を利用する方法。一旦新幹線で別の空港に出た後に迂回する経路、仙台空港経由、新潟空港経由。一旦飛行機で別の空港に飛んだ後、山陽新幹線で迂回する経路、福岡経由。一旦飛行機で南紀白浜空港に飛んだ後、黒潮号や高速バスで大阪に行く方法。飛行機と飛行機を乗り継ぐ方法、ソウルインチョン経由。ただしパスポート必須。これらなどの迂回経路があることを知ることができたでしょう。とりあえず現状ではどれも迂回路として割と乏しく、東海道新幹線以外に有力な迂回路がこれ以外にも必要なのが現実です。つまり何が言いたいのかというと、リニア中央新幹線と北陸新幹線はさっさと全通させるべき、それに尽きるのではないのでしょうか。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。